タミヤのゼロ戦。野球でいうところの素振り、サッカーでいうところのパス、麻雀でいうところのピンフ、ガンプラでいうところのザク、スト2でいうところの竜。どんなものにも、そのジャンルの基本が詰まったものが存在しますが、日本人にとって、飛行機模型の基本といえば、タミヤのゼロ戦でしょうか。まあ基本という話ですと、飛行機模型のメインストリームは48分の1スケールなので、72分の1スケールは基本なのかという話もありますが、それは置いといて。飛行機模型を作るようになって半年以上経ちましたが、まだ作ってませんでしたので、必修科目として履修していきたいと思います。もう言うことなし。とても組みやすくかっこいい、素晴らしいキットです。そのまま組むのもいいですが、今回はいろいろ新しい取り組みをしていきます。その一つとして、Yahoo モデルから発売のタミヤのゼロ専用の計器版のディティールアップパーツ。こいつを使ってみたいと思います。この小さいパーツに700円ほど出すのに高いと感じるかは人それぞれ。これまた塗装では再現できない素晴らしいディティールです。こいつを使って組んでいきます。今回はコクピットの作成です。それでは始めましょう。パーツを切り出して整えたら、計器板にあらかじめ施してあるモールドを全部削り取って平らにします。こんなもんかな？で、こうですね。この小ささでパーツ分けまでされてるので、とりあえず説明書通りに組んでみます。瞬間接着剤でひっつけるだけで、コクピットがスーパーかっこよくなります。あらかじめ内装の色を塗って接着します。金属ですがエッチングではないのでちょっと厚みがあって横丁の色が気になるので塗装してなじませます。あとはひたすら普通に組んでいくだけです。以前作った二式水栓はゼロ線の下部が水上用のフロートになっている機体でしたが、そいつと比較してもスケールが小さくなったからといって表現がはしょられているという感じはしないですね。内装のモールドがそのまま小さくなっただけという感じでとても好印象です。ケーブルなんかの表現もしてみたかったのですが、さすがに小さすぎて発狂しそうだったので、今回は計器板ちょっと改造するだけにしときました。本体の裏側も先に塗装しなければいけないので、組んでいきましょうね。こんな感じです。いいね。さすがはゼロ戦。ファンの多い機体ですから、ちょっとネットで調べるだけで、資料には何も困らないですね。復元された機体のコクピット内の360度画像もすぐ出てきます。
この辺を参考に塗装していきます。とはいえ中はだいたい緑色。いろいろ調べていると、中島製のゼロ線と三菱製のゼロ線があって、内装や車体下部の明灰白色の色が微妙に違うそうです。この辺はにわかですので、あまり語れませんが、一応、三菱製の色のイメージで塗りました。今回ももちろん全部筆塗りです。まずは、1回目の塗装をしていきます。今使っている黄色の短い筆ですが、先日発売されたゴッドハンドというメーカーの紙筆ショートの泡立たん筆というものです。まさにこういうコクピットのようなところを塗っていると、塗料が泡立ってよく塗装を失敗しますが、この筆はとても密度が高いそうで、塗料の泡立ちを抑えてくれるそうです。なんやかんやで塗装4回目です。まあこれぐらい発色してくれれば OK ですね。で、泡立たん筆ですが、結構期待していたものの半信半疑でしたが、ここまで塗った感じ、確かに泡立ちは全然起こらず、綺麗に塗れたと思います。ただ、筆がとても小さいのと、筆の密度が高いせいか、塗料の含みが悪く、塗料が伸びません。広い面を塗るのには向いてないなと感じました。まさに、こういう入り組んだ小さい範囲を綺麗に塗るのに特化した筆という感じです。この小さい筆で1000円以上しますので、疑問に思う方もいるでしょうが、塗料が泡立ってイラつくことがほとんどないので、私は買ってよかったと思いました。用途によって使い分けようと思います。さて、画面では工程が先に進んでいますが、ここまで塗れたら、あとは細部の細かい色をさしていきます。よし、こんなもんですね。次はウェザリングですね。お試しで使ったスタデルカラーのドライブラシ専用塗料がとても気に入りましたので、こいつでペシペシとドライブラシして金属感を出していきます。あとはエナメル塗料でウォッシュしていきます。よし、こんなもんですね。艶消しクリアを拭いてこんな感じ。ケーキ版のメーターの
ガラス部分のツヤが消えちゃったので、光沢クリアを乗せて反射させます。いいね。ほぼ完成まで来て、シートベルトの表現をするのを忘れていることに気づきました。本当は、マスキングテープやプラバンで作るつもりでしたが、デカールにしときます。デカールが真新しくて、浮いてるので汚しておきます。あとは、仕上げに気になった部分に、ちょっと墨を入れたら、コックピット完成ですね。はい、コックピット完成。ケーキ板部分の車外のディティールアップパーツ、とてもいい感じですね。かっこいいです。次回は、本体を組み上げて塗装に入っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても家族に言い訳できるのでとても助かります。ではまた次の動画で。